大回りのグライドにするときはちょっとこう立ててあげた方がいいんですけど、この赤いラインのところからこっちの緑のライン側、ペグの上側にちょっと体をスッて左にずらすっていうんですかね。このフロントホイールが振られてしまったがために自転車が小回りに行こうとしちゃってるんですよね。こんにちは、トシです。今回はですね、技のちょっとマニアックな、題材をやっていきます。スピンから2フットのグライドとか、インサイドのグライドから2フットのグライドとかですね。基本的には、僕はフロントトリックがほぼできないので、今回はラードヤードから2フットのバックヤードグライドにスカーフなしで入るやつですね。それを何種類かと、あとはインサイドのペグ入り。インサイドのペグ入りから、一瞬ラードヤードにはなるんですけど、そこからバックヤードに行くやつ。その辺をいろいろ少しやり方を変えてやってみたりとか、あとは、自分はこういうところに気をつけてますっていうのをこう線を引いたりしながら、ポイントをね、解説していこうかなと思います。なんかの参考になれば嬉しいです。まず1個目は、スピンから、スピンの軌道をちょっと大回りに広げて、バックヤードに入る、2フットに入るっていう形です。基本的にスピンってタイヤが傾いてるんですけど、ここが地面だとして、タイヤがこう傾いてるのがスピンですよね。このまま2フットに行こうとすると難しいんで、こうちょっと2フットのグライド、大回りのグライドにするときはちょっとこう立ててあげた方がいいんですけど、この一番最初のパターンに関してはそのタイヤを立てるっていう形でやってます。このスピンから、大回りにして入ってます。ちょっとハンドルを、立てて、ハンドルをちょっと引っ張ってあげて、ここでですね、ここの角度ですね、地面と、タイヤの角度っていうんですかね、ここを立てる感じですね。スピンの時は結構寝てるんですけど、グライドにするときはちょっと立てるような気持ちでやってあげるといいかなと思ってます。はい、で、そこから手を持ち替えて入ります。はい。はい、もう一回だけ見ときますね。スピンして、スピンの時はこういう角度。結構倒れてると思うんですよ。で、ここで立てる。ちょっと立てる。これはだいぶ立ててるかなと思います。はい。あんまり違いわかんないかな。どうだろう。こうね、立ててる感じですね。ラードヤードのスピンの場合は、ハンドルを上にちょっと引っ張って腰に近づけるような感じにすると、立てられるかなと思います。で、あと1個これやってて、この時気づいたのが、体のね、位置をちょっと変えるっていうのもいいなと思いました。僕の場合だけなのかもしれないんですけど、体の位置がこの辺な感じなんですよね。ちょっと自転車寄りなんですね。ここが中心じゃないですか。ペグに乗ってる足じゃないですか。スピンの中心なんですけど、この真上よりはなんかちょっとこう自転車寄りに合ってるなっていうのを感じまして、この赤いラインの軸からこのグライドみたいに、大回りにしたい時っていうのは、この赤いラインのところからこっちの緑のライン側からペグの上側にちょっと体をスッて少し左にずらすっていうんですかね。体をちょっと、ペグ寄りにずらすというか、そうしたらなんか立てやすかったですね。これはちょっとこの日初めて発見しました。
ここに立てましたね、今。ここがスピンしてて、ここでスッて今立てました。立てた時は、体の位置がちょっと違うんですよね。体の位置が、こんな感じですかね。この辺なんですよ。さっきよりちょっと、なんて言うんでしょう。自転車側じゃないというか、ペグ側にちょっと寄れてますよね。この体の位置をちょっとペグの上側に寄せるっていうのもね、いいのかななんて思いました。はい。とりあえず1個目の解説は以上になります。続いて2つ目のパターンです。これはちょっとね、解説するところがほぼないんですけど、1個のパターンとして挙げておきます。スピンの状態から、半ば無理やり交通フットに乗せ替えて、そこで一旦止まるぐらい耐えた状態から、漕ぎ出すっていうパターンですね。スピンのところから一瞬立てるような感じで、一気に2フットに繋いでしまって、で、その状態で一瞬止まるんですけど、そこから漕ぎ出すっていう、ちょっと無理やりなパターンです。でもできなくはないので、一個ね、紹介しておきます。ここからガッと入って漕ぎ出す。さっきのと結構似てるんですけどね。ここでハンドルヒュッとちょっと上げながら、手を持ち替えて、でこの2フットにした瞬間に、ここのね、タイヤの角度。ここですね。タイヤの角度はまあまあ立ってますね。そうでただ急に立てると、さっきのと違って、急にガッて立てて2フットにすると、なんて言うんでしょうね、滑らかな動きじゃないので、結構スピードが急に止まっちゃうんですよね。そこがちょっと無理やりっていう表現をしてますけど、これでもできなくはないです。ここのスピードがほぼ止まった状態でバックヤードとか2フットのね、グライドができる人はこれでも全然いけると思います。ただ、この止まっているような状態から漕ぎ出すっていう、スキルがちょっと必要になるっていう感じですね。2個目のパターンは以上になります。はい。じゃあ3つ目ですね。これは、おすすめしません。正直、遊びでやった感じで、ちょっとね、無理やりな、パターンですね。スピンの状態から、スピン軌道のまま手を持ち替えて、そのまま右足も乗せ始めちゃうっていうパターンですね。見てみましょう。だいぶ無理やりですね、これは。ちなみにこれはね、全然メイクできなくて、だいぶ頑張りました。かなり時間使いましたね。はい。これは、おすすめはしないんですが、この、スピンしてそのままの軌道で持ち帰る。バックヤードの姿勢に入るっていう、かなり無理やりです。スピンの軌道のまま後ろに手をやってって、バックヤードの形にする。かなり無理やりですよね、これはね。ここで、このね、ここを立てるようにしてますね。で、漕ぎ出す。これはかなり厳しいですね。そうですね、かなり無理やりですね、これは。はい。ちょっと遊びでこれはやってみました。スピンからのバックヤードはね、以上になります。でこの後は、インサイドのペグウィリーからのノースカフのバックヤードの入りを見ていきます。インサイドペグウィリーから、スカフとかせず、スピンも経由せずに、そのままバックヤードに入る形です。これは結構見ますよね。よく使われているやり方かなと思います。ペグウィリー、インサイドペグウィリーから足は端っこに乗ってるんですけど、ペグの端っこに乗って、
左手離して、で一瞬ラードヤードの形になって、ただここで、車体をあんまり倒してしまうとスピンになっちゃうので、スピンにしない方が入りやすいですね。ここでスピンにしないように持ち上げてるんですね。この角度ですね。ちょっとこの瞬間はまだ寝てますけど、ここで立ててるんですね。で、2フットにするっていう感じです。はい、ここで一瞬耐えるのがポイントかなと思います。この瞬間にすぐに入ろうとしないで、僕の場合はなんですけど、ここで一瞬ちょっと耐えてから、手を持ち替えて2フットに入るっていう風にやると入りやすいかななんて思います。あとこれはね、上手い人は結構みんな言うのは、このインサイドペグウィリーの状態でハンドルをね、右手側を上にしとく。ちょっと上にするイメージですね。ここですね。このハンドルの角度のここ持ってるところ、グリップ握ってるところが本当はもうちょっとこの辺にあった方がいいんですよ。このぐらいの角度の方がいいですね。でその方が入った後にグリップの位置がブレにくいというか、スイッチする前とスイッチした後のハンドルの位置があんまり変わらないので、それを意識してはいます。そこもポイントかなと思います。要するに入るときにこの角度になると思うんですよ。入るときにこの角度、自転車と車体の角度がこうなるってことは、入る前からこの角度を作っといた方がいいんですよ、絶対。その方が自転車の動きが少ないんで、ブレなくて、なんていうんでしょう、流れが綺麗なので、バランスがブレにくいんですよね。その方が安定するので、メック率も高くなるはずなんですよ。この角度を意識して、この角度のままインサイドペグウィリーを始めた方がいいと思います。はい。ちょっと僕もね、まだこれは修行中です。という感じでした。1個目はこんな感じです。はい。続いてインサイドペグウィリーから、ラードヤードのスピンをすごく大回りにして、ラードヤードのグライドぐらい、スピンというよりはちょっとグライドに近い軌道で、ちょっとだけ耐えて、そこからバックヤードに移るっていうやり方です。これもね、結構見た目が綺麗で、なんかかっこいいかなと思ってます。インサイドペグウィリーから、ここでこう流してますよね、長く。流してから入るパターン。これ結構気持ちいいですよね、見てても。から、こう流す。これは、見た目的にもいいと思いますし、結構こう落ち着いて入れますね。なんかこう、せかせかしなくていいというか。これを極めちゃったら多分、すごい入りやすいんじゃないかなと思います。で僕は普段ここまでここやらないので、この日ちょっと試してみただけなんですけど、これもいいかなと思います。インサイドペグウィリーはさっきと同じような要領でやって、ここから、ここですね。タイヤは立てるんですけど、ここで、ハンドルの位置を、ハンドルのこの持ってる位置ですね。右手の位置を、普通のラードヤードのスピンよりも、こっちの左の方に持っていく感じ。背後の方に持っていく感じですね。イメージ的には。そこで、ホイール、リアホイールを立てる意識にすると、スピンじゃなくて、ちょっと大回りになります。ここですね。この角度が立つようにする。この立てた状態で、耐えているという感じです。で、結構ね、体はまっすぐというか、胸を張るようなイメージです。ここで見えてるよりもめちゃくちゃ胸張ってる感じですね。イメージ的には。これやってる本人のイメージとしては、ここの胸をめちゃくちゃ張ってます。こうですね。これが
猫背になってしまうと、体がこういう風に猫背で頭がこうなってしまうと、多分ね、この状態で耐えられないんですよ。結構スピンになりやすいかなと思います。はい、なので、これをやるときは猫背にならないように胸を張って、体をまっすぐにする。ここがピシッとまっすぐになるっていうのをイメージします。で、あとこの手の位置ですね。の位置を普通よりも、左に持ってくる。背中側に持っていくイメージです。そうすると結構入りやすいですね。このパターンは解説は以上になります。続いてですね、最後なんですけど、これね、ちょっとね、わかりにくいです。わかりにくいんですけど、本人はすごい意識してやってるところがあるので解説します。どういうパターンかというと、インサイドペグウィリーからバックヤードに入るときに、その一瞬ラードヤードの形になると思うんですけど、その一瞬ラードヤードの形になったその瞬間に、ちょっと一漕ぎこうグイって入れてるんですよ。ただそれがね、動画だとちょっと伝わりにくいです。ちょっと見てみてください。ここですね。ちょっとわかりにくかったかもしれないんですけど、この瞬間に、いや、でもちょっとわかんないな、これ。ここで、ちょっとハンドルを引き上げて、スッてね、漕いでるイメージなんですよ。これ自分の中では。これ動画見ても全然わかんないな、でも。そうすることで、スピードが落ちないようにしてるんですよ。ラードヤードにして、バックヤードに行くときって、どうしてもスピードが下がりがちで、ちょっとそれをどうにかできないかなと思って、インサイドペグウィリーからラードヤードになったその時にグイって一瞬一漕ぎ入れたら、スピードのね、その減速っていうのを抑えられるんじゃないかなと思って、そういう意図でやってます。もうちょっと上手かったら分かりやすいんでしょうね、多分。もうちょっと上手くできるレベルになったら。ちょっと、またやってみたいと思います、今度。自分で体感してる感じでは、スイッチの瞬間に一漕ぎ入れてる方が、早いですね。僕取り忘れてたやつなんですけど、インサイドペグウィリーからラードヤードの形にして、一回スピン、しっかりスピンして、そのスピンを止めたりして、グライドに入るっていうパターンですね。じゃあ再生します。このスピンをしてから2フット。ちょっとね、スピンからだとね、結構こんな感じで安定しにくいですね、僕の場合は。まあ、上手い人だったら多分、ここまでブレないと思うんですけど。ここから、スピンをするときは、リアホイールをね、ホイールをこう倒す。ここですね、ここの角度。この角度を結構倒しちゃいます。スピンしたいときはね、わざと倒します。で、ハンドルも気持ち自分からちょっと離す感じにしてますね。この手の位置をあんまり上の方じゃなくて、ちょっと下の方にすると、スピンになりやすいと思ってます。で、こっから、車輪を立ててからバックヤードに行こうとしてます。前も説明した通りで、これを立てた方が2フットのグライドに行きやすいんで、これをここから引き上げます。この倒れてる状態から引き上げて、自転車を立てて、ここからハンドルを持ち替える。で、2フットになります。ここでホイールがこう、倒れ込まないようにします。ここでホイールが倒れちゃうと、スピン軌道になって、グライドが安定しないので、ここでホイールを寝かせすぎないように耐えて、で、かつ、この軌道を大回りに広げようとしてます。ちょっとここ、僕の耐え方が下手でしたね。あんまり
フロントホイールが下がると良くないと思うんですよね。ここがちょっと下手でしたね。ここで立て直したかったんですけど、ちょっとミスってこうなってます。この格好はあんまり良くないです。もう少しね、ここの上半身が、こうじゃなくて、このぐらいにはなっててほしいですね。膝は別にいいんですけど。で、このハンドルもこんなに切らないでおきたい。手の位置がここじゃなくて、もうちょっと、なんていうのかな。この辺かな。そう。その方が、なんか綺麗っていうか、ちゃんとね、グライドできます。このぐらいをね、イメージしてるんですよね。さっきと全然違うと思うんですけど。このラインがね、さっきは、こんなんだったと思うんですけど、あんまり上半身が下がんないようにして、で、手の位置も、さっきは多分ね、この辺に来てたと思うんですけど、でハンドルも切れてたんですけど、今はこの辺ですね。この形がいいんじゃないかなと僕は勝手に思ってます。はい。まあ一瞬ね、バランスグラってこう崩れて耐えるためにこう、一回こう前かがみになっちゃうとかはもう全然しょうがないんですけど、それすらダメだってなるとバランス取れないんで。そういうことはあるんですけど、意識的にできるだけそうならないように安定させようっていうのはね、なんか大事かなと思ってます。はい。ごめんなさいね。これちゃんとしたやつ取ればよかったんですけど、この瞬間ですね。この時にね、フロントが遠心力で振り回されすぎてるんですよね。低すぎて。で、遠心力で、振り回された結果、このフロントホイールがこういう風になんか遠回りにブーンってこっちに振り回されてますね。そのせいで、この瞬間にちょっときつくなってるんですよね。行きたい方向と自転車の振られてる方向が違うんですよね、ここ。自分はこうやっていきたいんだけど、このフロントホイールが振られてしまったがために自転車がもうちょっとこう、小回りに行こうとしちゃってるんですよね、これ。それをなんとか耐えて、大回りに戻してるって感じです、これは。なのでやっぱ、スピンとか、こういうね、ラードヤードからバックヤード行くときとかっていうのは、この自転車が振り回されないように、遠心力で持ってかれないような入り方をするっていうのを心がけないとうまくいかないんだなと、改めて思いました。まあ、僕もこれね、全然、得意な技ってわけじゃないので、今みたいにあんまり上手くないのもあるんですけど、参考になれば嬉しいです。でもう一回だけ流れ見てみます。はい、あとは、ちょっと番外編として、右足のペグウィリーから入るやつもね、ちょっと2つ撮ってみました。僕も得意なわけじゃないんですけど、こういうバリエーションもあるよっていうので、やってみたので、よかったら見てみてください。まず右足のペグウィリーで入ります。ここでちょっと流す感じですね。で、左足を右側のペグに持っていって、同時に車体をくるっと、回転させて、ラードヤードの形にします。で、ラードヤードのスピンをこの場合はね、ちょっとやってます。まあ1周ぐらいかな。ラードヤードのスピンで、ちょっと耐えてからやってますね。で、まあ今までと同じように、ハンドルをね、バックヤードの方に持ち帰って漕ぎ出します。まあ、ちょっとあんま上手くないんですけど、普段これやらないので、あんまり精度は高くないんですけど、こんな感じです。で、あとこれを、スピンをほぼ入れないでやったバージョンも載せておきます。これはね、結構苦労しました。僕普段全然やらないので、これはね、結構撮影するのにも苦労しました。
から、ハンドルを手前に引きつつ、ラードヤードの形に一瞬なって、ですぐ、ハンドルを持ち帰る。っていう間髪入れない感じですね。これはね、結構難しかったですね。僕には。普段全然やらないので。これ、上手い人はもっと綺麗にやってますね。誰だろうな。例えば、三浦さんとかの動画見ていただければ、もう完璧なやつが見れると思います。はい。これは結構難しかったですね。で、これの間髪入れないでやるバージョンに関しては、ちょっと、ここがコツなのかなって一応僕の中でね、思ったものを話しておくと、足を乗せ替えて、ラードヤードの、位置に行くときに、この右手で持ってるハンドルバーを結構体に近い位置で背中側に、体に近いようにちょっと引きながら、手前側に引きながら、背中よりちょっと左に行くぐらい、もうすぐバックヤードの位置にハンドルを持っていくっていう感じで、意識しておくと結構やりやすいかなと思いました。ラードヤードの形に一瞬なった時に体がちょっと右側に寄ってるとスピンになりやすいんで、スピンにならないように体の中心というか、軸をちょっとだけ左に持ってっといた方が入りやすかったかなっていう感じはしました。もっとね、多分いろんなコツがこれはあると思うんですけど、僕が感じたのはそんなところです。はい。以上で今回のね、解説は終わりになりますが、僕もこの技別に得意ってわけじゃないんですよ。スカッフなしでバックヤードに入るのって、正直あんまり普段使わないので、そんな得意分野じゃないんですが、今回なんかいろんなバリエーションやってみて、なんかいろんな発見があって面白かったです。で、これは別にリアトリックとかに限った話でもなくて、フロントでもね、もちろんハーフパッカーだったり、エレファントグライドとか、そういうので応用を聞くと思いますし、なんかそういういろいろ考えるきっかけになったら嬉しいなと思って撮りました。多分ね、もっともっと上手い人たちは、もっと深いところまで考えたりとか、コツを知ってたりするかもしれないので、そういう人がね、身近にいる場合は、ぜひ聞いてみてもらえたらなと思います。で、一つの技をとっても、結構やり方が違ったりすると思うんですよね。こういう風に。スピンをどのぐらい長くするかとか、間髪入れずに入るのかとか、どこをどう綺麗に見せたいのかとか、あとメイク率が高いのはどれかとか、いろんなバリエーションがあると思っていて、大会のことだけを考えれば、絶対メイク率高い動きの方がいいじゃないですか。できるだけブレないようにして、リスクを取らずにうまく入れるように。それがいいんだと思うんですよ。メイク率を考えればそれが正解だとは思うんですけど、とはいえ、やっぱり BMX のフラットランドとかフリースタイルの面白いところっていうのは、ここにこだわりを持ってるみたいな。自分はここをこだわりたいとか、本当はこうやった方が絶対簡単だし、メイク率上がるんだけど、でもここはこうした方がかっこいいと思うんだよなっていう、なんかね、そこのこだわりが面白いと思うんですよね。そういう細かいこだわりみたいなのをなんか突き詰めていくとすごい面白いよなぁなんて思いながら今回やっていました。この動画がなんか考えるきっかけとかになったら僕としてはすごく嬉しいです。はい、ここからは余談になるんですけども、引き続き音声配信とかもね、やってます。音声配信は YouTube とスタンド FM のところでやってます。あとは、ブログですね。ブログサイトの方で、なんかパーツのレビューだとか、雑貨のレビューとかをしてます。あとは、そうですね、ノート。僕の仕事の働き方の話をしてる、ノートをね、作りました。そっちは完全にもう BMX とかではなく、今フリーランスとして働いて、4、5年ぐらいになると思うんですけど、フリーランスとしてどう働いてるかとか、今までのいきさつとか、これから書こうかなと思ってるのは、仕事の効率化でやってきて効果があったものとか、なんかそういうのを紹介できたらなと思ってます。そっちはね、週1ぐらいの更新を目安にしてるので、よかったら見てみてください。あとはね、引き続き3D プリンターで作った製品、をね、販売してます。今はちょっとここで稼働させてるんですけど、ステムカバーとかをね、作ってます。こういうやつですね。ステムカバー。
まあ、ステムにね、膝とかが当たるとめっちゃ痛いじゃないですか。クッションみたいな役割のカバーですね。まあ、これはちょっと、まだ改良の余地があるんで、サンプルみたいな感じなんですけど、これをね、上からカパッとはめるだけですね。あとは引き続き、ペグキャップとかも作ってますね。これは RS バイクスのペグキャップですね。これはカーボンファイバー強化ナイロンのやつですね。はい。これは普通に今販売してます。で、あとバーエンドも販売してますね。バーエンドは2種類あったりとか、まあ、それぐらいかな。今後なんかね、役に立ちそうかなっていうものは、いろいろ作っていこうと思ってますんで、よかったらチェックしてみてください。はい。今回結構、ちょっとボリュームのあるというか、結構長い動画になっちゃいましたが、最後まで見ていただいてありがとうございました。ペースはあんまり速くないですけど、引き続き動画はね、更新していきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、さよなら。